どうも、スマッシュログ TV です。よろしくお願いします。お願いします。今回はラズ式プリエイム第2弾ということで、今回はフラクチャーにおけるプリエイムやクリアリングの手順について解説していただきたいと思います。はい。フラクチャーはまずそのオペレーターかオペレーターかじゃないかで結構クリアリングの方法をがっつり変えないといけなくて、まずオペじゃない方ライフルとかハンドガンの時のクリアリングでいこうかなと思います。で、想定としては開始30秒後ぐらいとか、もうどこに敵も相手もおかしくないっていう状態から始めようかなと思います。じゃあ、映画はここから進んだ先もうどこも危なくなってくるんで1個ずつクリアリング丁寧でやっていって、まずここ警戒して次にここですね。そのやっぱ角と一番左のよくあるポジションはもう間違いなくクリアしておきたいと。そうで、まあこの一応あんまりいないけど、こことここの間のオフアングルで待ってるのがどこにいる可能性もあるんですけど、これは一応半分ぐらいに分けてこんな感じで自分割するとちょっと対応しやすくなるかもってぐらいですかね。でこのまま進んでってで次こここのラインなんかブリッジのスタンとか避けてるやつがだいたいこのラインにスタン入れるチームが多くて、それのアンチでこっち側にいとくやつが多いんで、ここもちゃんとケアして進んでいきましょうって感じで進んで次こっち行ってでこんな感じで、まあこことここからこのラインに敵がいてもおかしくないんで、ここも2分割ぐらいにすると割と倒しやすいかな。ちょうどこの2つのピンのちょっと真ん中ら辺を意識すると、そうだね、それで2分割して見ていくみたいな。まあライフルとかハンドガン相手だと結構強いんで、やってみるといいかも。で進んでってこのライン上がってる状態はケアするラインは右だけなんで、こうやって上がってってで次ここクリアしたらこっちが箱裏でここでここは絶対チラ見が必要で、上下どっちにいてもおかしくないからチラ見でチェックして進んでいくと。でまあここまで行ってこれ左側行くとこっちからラインができちゃうんで、このラインが箱の裏クリアするときは一回箱の手前からクリアしてからこんな感じで、これ以上先には進めません。ここからはもう味方のスキルと一緒に絶対に入れた方がいいっていう感じです。ありがとうございます。でなんかこの A メインなんですけど、これさっき開幕30秒ぐらい経ってから敵がどこにいてもおかしくない状態からスタートっていう話だったんですけど、一応最速でいくとクリアしなくていいラインがすごい増えて、こことあとは右側も考えなくてよくてってなると取りやすいというか、なんていうかな、余分な作業が減るっていうか、時間が経っちゃうとやっぱ右も左も結構クリアしないとこ多いけど、相手も最速で入れる限界のポジションみたいなのがこのゲームは存在するから、そういうことです。そうですね。プレーリングの話でいくと基本的に早ければ早いほど楽っていう感じです。でまあオペがいる想定で言うと、オペが置いてそのラインは基本的に歩いていくともう9割ぐらいオペの方が勝率高いかな。例えば、ここにオペがいて置かれてる想定でこうやっていくともう負けちゃうんで、チラ見よくあるやつ、これはもうよくあるチラ見とかジャンピング、もう足外出しちゃってもいいんでチラ見でいきましょう。あんまりないけど、こことかも一応ね、その時間に余裕があればチラ見だけしておくとマシです。マシにはなる。でこのまま進んでって次ここで、この辺に関してはなんかオフアングルになってて、こっからここまでもうちょいからこっからここまでどこにいてもおかしくないみたいなオペレーターがってなると、チラ見して見えなくていけるかなで進むと、なんかチラ見で見えないラインで待ってたりするから、こういうラインはオペレーターがいる可能性があるんだったらもう全部味方のスキルとかフラッシュとかが必要になってきます。基本的にオペレーターはフラッシュを受けれないもんで扱って大丈夫なんで。でここまで進んで右クリアして、で次またここフラッシュもらって、でまたピークと、でここから先はもうスキルセットでサイトにスタンとかスモークとか一気にもらって突撃すると。オペレーターに対してこうフラッシュ入れた後ってやっぱりこうオーバーピークっていうかガッて出ちゃった方がやっぱいいですか？そうだね。大体歩き想定で来た場合に打つと当たる位置に置いてるプレイヤーが多くて、大きく広げてる人もいるけど、なんでフラッシュ食らって適当に打ったのが当たっちゃったりすることがあって、いやあるわマジ、ランクとかやってるとお前フラッシュ食らってんじゃんみたいなので、だからまあそういう時もやっぱ警戒するようにこう、フラッシュ入れた後はもうバッと
結構出ちゃった方がいいワイドピークでこの A のドアのラインなんですけど、基本的にこれドア開いた瞬間にどこにいてもおかしくなくて敵がこここの辺も全然あるしなんでスローでそう基本的にスローでここれ以上進むのはやめた方がいいんですけど、一応これ奥の壁に張り付きながらドア開けると、まず左でチェック、で次に上チェックで次に下チェックって感じで、一応頑張ったらいけるかも。まあちょっと気合い入れれば、気合を入れたらでここチェックしたら一回左チェックして、で次こうかな。この左のくぼみが結構深くて、そのライン、そうこのラインぐらいまで隠れられちゃう。でこれなんか見ながら行くとここ A ショート側が危ないと。まあ基本的になんでスローで行くべきエリアではないんですけど、まあ普段だったらスモークとか入れて進むのが安全。安全です。 OK です。ありがとうございます。ではラウさん、次はパラボラ側の方のフリーエムの解説の方よろしくお願いします。まず結構最速で真ん中ぐらいまで行っちゃうと強くって、敵視点でここからここに行くまでちょっと距離があって、ここガンダッシュで行ってもここからここぐらいまで敵がいる可能性あって、M の位置がちょっとずれるっていうところで、一人でパラボラクリアしたいんだったら最速でこの辺まで行っちゃって右ロック、ここ顔出してこなすだったら次左っていう感じで、ここはここの可能性とこっちまで来ちゃってる可能性があって、ちょっとオフアングル気味になってるってなると、ここだけ見ながら行くというよりは一回チラ見入れてちょっと進んでるかどうかチェックしながら行くみたいなのが割と強くて、開幕まっすぐ行きました、ロックします、顔出してきません、で次左のチラ見てでこんな感じで、ここから左行くか右行くかは好みで、今日好みなんですか。ここはそうシチュエーションで分けちゃって、効きそうな方を使っちゃってよくて、でここまで進んで次ここちょっとドロップの乗ったとこぐらいか。そうだね、なんかねたまにオペレーターがここで狙ってるのがいて、ここここのラインだったり、あとはこことかもうわたまにいるポジション、一応ケアしといた方がいいかなって。でゆっくり進んでここ見るでこっち見て、この辺の張り付きのクリアで見て、でちゃんとこの辺も見て、次こっち見てクリアリング完了です。これ以上先は進めません。ここから先はスキルを合わせて一気に入っていきましょうっていうポジションですね。これ右のパターンとかだとどうなりますかね。ウルトポイント側とかここまで同じで、チラ見します、ここもクリアします、で右見ながら行って、まずここのライン気をつけます、で次ここになんかね変な部分になって、たまにジェットとか隠れてるんで、こう右の車線切りながら、オフアングルで待ってる時があるから、隙間見たらこっちで次こっちはでこの辺はなんかねここのくぼみとかしゃがむとすごい下にいるような感覚があるので、M の位置とかあんまり考えず気持ち下目に置いてクリアリングして、で次こっちでここも敵ここからここまで全部いる可能性があるんで、チラ見使いながら、こう見るとフラクチャーマジでオフアングルスポットっていうか、チラ見しなきゃいけない場所めっちゃ多いな。ちょっとゆっくり進んでいくのがきついエリアが多いかもしれないですね。多いっすねこれ。あとはイニシエーターが基本ブリーチしかいなくて、本当にオフアングルで待ってるやつとか、そのオペレーターの対処が難しくって、基本的にもうエリア取るときはみんなスキルぶっ放しまくっていってるチームが多いかな。ここのレイズのルンバとか、よく見るやつだ、ブリッジのスタンとか入れちゃってるチームのが多いです。あんまりスローで進んでいくのは見ないかも。体で見るしかないってなったら、もうこれを意識して、そうだね、この動きを意識してやっていくといいクリアリングって感じかな。ありがとうございます。じゃあ次 B メインなんですけど、 B メインはもう基本的にここだけ。
警戒する理由はここだけなんですけど、この階段だったり、頭の位置がすごいずれがちで、プレイムしながらそう上がっていくのはちょっと難しいエリアでもあって、開幕なんか ADS とかしててもいいんで、そこら辺の高さなんだ。そうですね。なんか基本的にこの一番上の段に敵が立ってた場合の頭の高さなんで、ここのちょい下ぐらい、分かりやすい、その線があると。ちょい下ぐらいに言い回しておくと、割と頭の位置に合いやすいかな。で、大体 B 面行くときは、一人こことか、もしくはこうやって左沿いで上がってって、ロックしながら、その間にスキル打つ組が手前をさっさと上がるみたいなのが強いかなとは思います。で、この人が打った瞬間にカバーするみたいな。奥に気を取られてるときにこう手前からバッて飛び出されると本当に対応しづらいですからね。しづらいね。相手からすると。エイムもこうガッて下に下がるし、なんか奥にいると思ったらもうこの下からかぶって出てきたりすると結構負けますね、これは。これはまあ割ともうどうしようもない。ただここもやっぱりなんかオペレーターとか守りがそもそもプッシュしてくる想定で、そのスキルぶっ放してブリッジのスタンとか投げつけながら走ってくることが多くて、ってなるとやっぱり B メインも進んでいくならこっちもフラッシュとかブリッジのスタンとか入れながらドカドカいっちゃった方が基本的に強いです。フラクチャーはドカドカマップ、ドカドカマップ、ドカドカマップです一応ここからスローでいくってなると、まずここここは自分は立っててもしゃがんでてもあんまり変わんなくて、敵視点で上下どっから来てもおかしくなくて、どうせ頭のラインはずれてるんで、わざわざしゃがんでさらにずらす必要もあんまりないエリアです。まず、ここまで取れたらここのチェック、次ここのチェック、で次、この辺のチェック、で次ここで、まあ上気をつけて隙間見て、でここもチェックして、ここぐらいかな、ここ限界で、こことここの可能性があるんで、どっちも怖いで、まあどっちも怖いエリアがあるときは基本的に味方のスキルもらってフラッシュとかスモークとかで車線切ってから進んだ方がいいかなと。こう2対2とか3対3でこう割と情報を与えないようにしながらこう入っていくみたいなバレたらラッシュみたいなの時にこういう知識をちゃんとつけておくと戦いやすいというか。そうなんですよね。なんか B 守ってる人って例えばブリムストーンだったらいつでもモルトフ返せるように準備してること多いんですけど、さっきの話で言うとこのラインまで来てからスキル入れて一気に行くとブリムストーン側の開始のモルトフが間に合わなくて結構潰せたりっていうのはあるので、インセンディアリ入れたけどもその先越えてきちゃってもう止まんないみたいな。そうじゃあこのままぬるっとアーケードいきます。これはじゃあ敵がどこまで進んでるか分かんない想定かな、開幕じゃない想定でいきます。まずここめちゃくちゃ怖いので、このラインは基本的に敵がこうやって見てることはあんまりなくて、基本一番後ろに張り付いてることが多いので、頭のラインは一番奥の坂のところで大丈夫。ここが足なんでこの辺ですね。この辺に向わせて、で次にここですかね、アンダーのラインここ見てアンダー見ていなかったら左で次で張り付き、一応なんかこの辺にこんな感じかな。ちょっとしゃがんで見てる。そうしゃがんで見てるやついるんです。これはもう無理なんで諦めましょうラズさんでもこれは無理と。これは無理ですね。なんかこの左のクリアリングしてる時にどのラインから頭を見えるのか基本的にランダム。確かにその前後でちょっとずらしができちゃうから、ここの一番深いくぼみに入ってここ見てるのもいるし、ちょっと後ろに下がってなんかこの辺で見てるのもあって、逆にディフェンダーだったら地下入れたらこれ強いんで狙ってみるといいかもね。入れたら強い。でも入るのがちょっと難しい。なるほど。で進んで次ここですかね。ここはもう使用率ナンバー1ぐらいいっぱいいるんで、めっちゃいるね。ここはオペレーターでもハンドガンでもライフルでもいっぱいいるんで、ここはワンポイントでこれ上乗って見えるんですかこれ。こうやってピグができるんでこれ結構びっくりするんで、これすごいですね。まあ下から来るだろうなって下置いてたら上から来るっていうね。なんか木箱のラインとか見えないからいきなり空中から体出てくるみたいな感じにできるんで、まあちょっと狙ってみてもいいかもね。これはすげえな。次ここ見て、で次ヘブン見て、次下で張り付き
でここからはもう見るとこいっぱいゾーンなんで、チラ見が強いのはあるんですけど、このラインがまずここで隠れてるのがすごいめんどくさくて、よくいるわ。呼んでここから先はスキルが必須なんですけど、ここの裏をもしクリアリングできたサイファーのカメラとか、ブリッジのアフターショックとかでどかせれたら、次ここ見て、ここ見て、で一応チラ見しつつ、上、ここ上と下がちょっとめんどくさいとこなんだ。ここなら上がるときは絶対上見ながら行った方がいいです。逆に他に気がするラインがヘブンとか、なんかタイミングでチラッと覗いてくるこことか、このカンティーンのラインもスローで行くのであれば手前だけ見て上見ながら上がって、で次下、ここ見てロープ下入るまでちゃんと見て、次上かな、ロープの上と。でこの辺も勝てないんで、基本スキル入れた方がいいんですけどちょっと難しいですね、この辺りは。でロープ上がるときにこれも小技で、何それ、すごい。ここまで上がったらこのロープ行くと、ちょっとそう今ロープ判定でちょっと球がまっすぐ飛びづらい状態。これを前進しながらジャンプすると壁の前まで行けて、普通に知らんかった。そう普通に知らんかった。でここからチラ見でもいいし、ワイドピークでもいいし、っていうのがちょっとやりやすい。リテイクの時とかも使えるんで、勉強になります進んでってここもファングルどこに行ってもおかしくないんで、ゆっくりクロスチャーを頭の中に合わせたままゆっくり進んでって、ここでここのラインをクリアして、で B メイン見て、で次カンティン、でもこの辺ももう、上はほとんどないけど、また乗ってる可能性も微妙にないことはないので一応気をつけつつカンティンのライン見て、貼り付け見て、でゆっくりでサイトまで行けるかな。ここまでスローで行くことがほとんどないんだけど、一応なんか他のサイトに比べて勝負しながら上がっていくっていうのがしやすいかもしれない。なんか他のエリアほど絶望的な車線の通り方が少ないというか確かにもうタワーまで行っちゃう、割ともう自分が戦いたいって選べる感じはちゃんと1個ずつクリアリングできるというかちょっと頑張ったらいけるぐらいの感じがウラクチャーで頑張ったらいけるポジション唯一ここと唯一ここということで、今回はラズ式プリエイムのフラクチャー編を解説していただきました。他に見たいマップがあればコメントでリクエストをお待ちしておりますので、ぜひぜひコメント欄の方にお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。さようなら。さようなら。